Alright! 2025年一発目の動画になります。皆さんにとって、そして自分自身にとっても、新たなる希望、大きい1年になるよう願いを込めて、この2体を紹介。バンダイ SH フィギュアーツ、スターウォーズから C3PO と R2D2、A New Hope の紹介です。もはや、スターウォーズシリーズの主人公と言ってもいいこの2体。で、注目すべきはこの C3PO、全身ゴールドメッキ仕様として生まれ変わった点ですね。では、まず R2 から開けていきましょう。自分ね、フィギュアーツの R2 持ってないんですよね。ブラックシリーズで十分だったんで、でもね、C3PO 買うなら R2 ものセットで買ってあげなきゃね。よっしゃ。そんな感じでしょうかね。やっぱフィギュアーツだけあって、すごいな、造形あたりが。よし。次に C3PO 見ていきましょうかね。ちょっと、全身メッキ仕様なんで指紋が気になるので、手袋をつけて後ほどレビューしたいと思いますけど、すごいな。綺麗ですね。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずは R2D2 から見ていきましょう。これは過去に発売されたやつのリペイントになるんでしょうかね。冒頭にも言ったんですけど、自分フィギュアーツの R2D2 持っていなくて、その辺ちょっと比較ができませんけどもね。代表的なアストロミックドロイドでやっぱいいデザインですね。星の数ほど発売されている R2D2 のフィギュアなんですけども、見慣れたデザインとはいえ全く色褪せないですね。新鮮味が毎回あります。各部造形の細かさや綺麗な塗装などは、さすがバンダイのフィギュアーツといったところですね。素晴らしいです。当然背面の方も抜かりなくしっかりと造形塗装してありますね。ではここでハズブロブラックシリーズジェダイの期間40アニバーサリーの R2D2 と並べてみよう。こうやって並べてみると高さ的にはどうだろう。フィギュアーツの方が若干大きく見えるかな。同じかな。もうミリ単位の話でしょうけども。で、胴体の方、これはブラックシリーズの方が太く見えるかな。ここはカラーによる目の錯覚でしょうかね。これすごいな。メーカー違うんですけども、ほぼ同じものじゃないか？パッと見た感じはほぼ同じで、造形的にも大差はない。ただ、塗装箇所はフィギュアーツの方が多い。ボディのホワイトはブラックシリーズの方がクリーミーな感じ。ここは成型色による違いかな。総じて言うとどちらがいいかはもう好みの問題ですね。どちらも素晴らしい出来。定価的にはブラックシリーズの方が安いですけども、現時点での入手のしやすさはどちらも同じですね。可動範囲頭部の方がぐるりと回って、脚部もこのようにぐるりと回り、ボディの底面のこの部分を押し込むことによって足が出てきて三脚になります。足裏それぞれローラーがあってコロ走行が可能ですね。足首がこれぐらいの可動がありまして、頭部のこの部分を押し込むことによって、このようにここのランプカラーが変更するギミックがありますと、後頭部の方はこの部分を押し込むことによって、ここもね、このようにカラーの変更が可能と。ボディ前面のこの青い部分の端っこに詰め掛けがあるので、引っ掛けてあげると、このような状態にできて、で、サイドのこの部分にもそれぞれ詰め掛けがあって開いてあげると、このようにマニピュレーター展開状態が可能と、劇中ね、これがどれほど役に立ったか、っていうかね、この R2D2 いなかったら、スカイウォーカーの物語は早々に終わっていましたね。で、このマニピュレーター、細いので、取り扱い注意です。付属パーツにこのようなものがありまして、これは、
脚部のこの部分のカバーが取り外せて、これを取り付けることによって二足歩行状態が可能になるというもの。付け替えるとこのようになります。個人的にはこれを使うことはもうありませんね。この R2D2 って、R2 に関わらず、スター・ウォーズのキャラクター全般に言えることなんですが、大体汚れてるんですよね。こういうドロイドならなおさらで、この商品が新たなる希望の R2 のフィギュア化ということなんで、全体的な塗装に関してウェザリングが施されていなかったり、ボディの白も明るめなのは、そのエピソード4新たなる希望のラストを再現したものになるんでしょうか。この R2D2 エピソード4劇中終盤で重傷を負うんですよ。半壊する。あの時のね、ルーク個人的に嫌いなんですよね。なんかね、R2 が怪我したのにめっちゃあっさりしてるんですよね。で、その後、エンディングのメダル贈呈セレモニーで修理完了したピカピカの状態で登場したので、それを再現してこのように綺麗な塗装なんじゃろうね、多分。あのシーンね、すごく可愛いんですよね、この R2。R2 って移動するときは基本この2本および3本のキャタピラでスイーとこのようにスムーズに移動するんですが、嬉しいときや怒ったときはね、こんな風に体を揺らして感情を表現するんですよ。で、その九段のエンディングの贈呈式で修復されて登場するとき、こんな感じでひょっこ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 ってね、喜びながら出てくるんですよ。そこがね、すごく可愛くてにやけてしまう。嬉しいんやろなって思いますね。でもね、どうしても汚したいなら自分でウェザリングとかかけてやってもいいかもしれませんね。そして、全身金メッキ仕様で生まれ変わった C3PO 行きましょう。通訳及び儀礼用プロトコルドロイドで、R2D2 とは日本一の存在。どっちがかけても絶対ダメ。いやー、素晴らしいですね。劇中まんまのクオリティ。メッキボディだけではなく、各部造形塗装もすごいです。ドロイド系は造形が複雑で、この辺再現するのに苦労するとは思うんですが、いや、完璧と言ってもいいんじゃないでしょうか。で、右足のすねから下、ここもね、シルバーメッキできちんと再現されています。いやー、もう一回言うんですけど、素晴らしいですね。右膝下からシルバーなのって謎解明されたんですかね。個人的にはまだわからないんですけどもね。背面もしっかりと作られています。可動範囲、まずは頭部。接続箇所は頭の付け根と首の付け根ですね。それを踏まえて、上はここまでで、下へはここまでかな。ぐるりと一周回れて、傾きもそこそこ取れますね。上半身、まず肩及び腕なんですけど、肩はね、ぐるりと回せるだけの可動ですね。他の可動はありません。で、二の腕バイセップスがぐるりと回れて、傾き取れるあたり、ここは多分ボールジョイントかな。で、肘なんですけどもね、後ろから見ると、可動仕込んであるように見えるんですけどね、この部分がもう繋がっているので、ほぼほぼ動かないから、ほんのちょっと動きますけども、もう動かさない方がいい。で、手首はぐるりと回って、このような可動。胴体の方、接続箇所は胸というか、お腹より少し上のあたりと腰ですね。それを踏まえて、後ろへは、ここまで行けて、前へはここまでできて、で、そのお腹のあたりでこのように動いて、腰だけでもこのように動きます。ぐるりと一周はちょっとできないですけども、結構傾きも取れて可動範囲なかなかですね。下半身、股関節に引き出し機構はないと思われますけども、この太もも部分でこれぐらいの可動があります。これ可動と言っていいのかわかりませんけども、それを踏まえて、前は擦れ注意しながらね、前はここまで行けて、後ろへはここまで行けて、また割りがここまでできて、で、もも
ボールジョイントですね。このようにグリグリできて、膝がここまで曲がれて、足首後ろへはこうで、前はここまでで、つま先可動はなしで、傾きが取れて、設置性はそこそこありますね。まあ、もともと動かないキャラなんで、可動には期待していなかったんですけども、もうこれだけ動けば十分ですね。可動範囲が広ければ、それはそれでフィギュアならではの遊びができたと思いますけども、もうこれで十分と思います。付属パーツいきましょう。まずはこちらの顔パーツ。おでこの部分が凹んでいるのわかりますかね？これは映画序盤タトゥインという星でタスケンレイダーという種族に襲われた際に凹んだんですけども、それを再現した顔パーツ。頭部の前面がこのように取り外せますので、先ほどのやつを取り付けてあげれば完成と。エピソード4劇中だとほぼこの状態だったんですが、しかしね、見ての通りボディピカピカなので、この頭だと少し違和感あるかな。なぜなら、映画の場面ほとんどボディ汚れてくすんでるんですよね。となると、やはり R2D2 同様、エンディングのメダル贈呈式の C3PO を再現したものになるのかな。あの時確かボディ綺麗になって、この頭の凹みもね、治っていたような記憶がある。確か治ってましたよね。手首パーツは似たような開き手が2種類左右分。こちらは携帯用通信機コムリンク。めちゃくちゃ小さいので紛失注意。劇中ルークとこれで話していましたね。ゴミ処理場圧縮シーンは小さい時テレビで見ててめちゃくちゃドキドキした記憶がある。先ほどの手首パーツを使えば、このようにコムリンクを持たせることができる。ただ、保持力はあまりありませんね。ピポパー通信機を使えって？忘れてたよ。サイズ比較、フィギュアツ、仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。ここでちょっとおまけというわけではないんですが、今回この2体をレビューしていて思い出したことがありまして、それはこちらなんですけど、こちらはハズブロスターウォーズブラックシリーズのイウォーク族のウィケット・ウィストリ・ウォリックです。これ購入したの結構前なんですけど、それをね、すっぽり忘れていたので、これを機にね、開封してミニレビューの方したいと思います。サイズ感の方もね、どんなものか気になったのでね、開封していきたいと思います。取り出してみるとこうで、まあ分かっていたことなんで言いたくはないんですが、やっぱ可愛いですね。可愛い。めちゃくちゃよくできています。しかし、この可愛さに惑わされることなかれ、このイウォーク族は、スターウォーズエピソード6に登場した種族で、個人的な見解なんですが、ある意味、反乱軍はもとより、帝国軍、さらには、ジェダイより強い民族集団だと思う。シリーズを通して最強の部類に入るのではなかろうか。統率の取れた団体運動、石膏を放ち変化があれば瞬時に角笛による連絡、地形を生かし敵の弱点を突く小隊攻撃、劣勢とあらば引いて気を見計らっての反撃、最終的に帝国の裏を突き、包囲網を完成させ、局地的な戦闘ながら帝国軍に勝利してしまっている。どれもね、反乱軍や帝国軍ができなかったことですよ。まさに戦闘民族。付属パーツが結構豊富で、松明か棍棒みたいなのが2本付属して、石槍が1本付属、石の部分が塗装されていますね。で、石の弓矢ですね。ちゃんとここも矢尻が塗装されています。ここにね、穴があって、つがえることができるんですね。なかなか細かいですね。こんな風に装備させて弓を引き絞ることができます。いや、このサイズでこれは十分でしょう。で、この頭巾なんですけど、外すことができて、外すと中がこのような感じになっています。誰がベアブリックや。さっきの2体と並べるとこんな感じになります。いいですね。劇中まんまのサイズ感と思いますよ。
エピソード6の思い出が蘇りますね。最初ね、このイオーク族、この 3PO を見たときに、なんか神様か、なんか守り神と勘違いして、こんな風にね、ってひざまずくんですよね。あれね、小さい時見てめっちゃ笑った記憶ありますよ。はい。では、終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。